りんちゃん、そこ好きね。タラピ眠たそう。スーさん。はい、来た。はい。タナと車中泊を始めて早3年。リンスズとは2年が経ちました。最初の頃こそタナも大変だったけど、今は結構お利口さんにしてくれるので、特に問題はないんですよね。タナピなんかどうしたお目目が潰れてるよ、右目が。ねえ。はい。で、問題はリンスズ。ねえ、スーさん。スーさん。もうね、猫と車中泊するとこんなことが起こるのかっていうくらいいろんなことが起こります。そこで今回はこれから猫と車中泊をしたいと思っている方がどんなことが起こるのかっていうことと対策も合わせてお伝えできればと思います。まず最初に悩んだのが粗相ですね。今はもうしなくなったんですけど、初めの頃は何度かベッドの上で粗相されたんですよ。そんなこともあろうかと洗えるマットレスを買っといたからよかったんですけど、まさか本当に洗うことになるとは思いませんでした。2匹いるのにトイレが1つしかなかったから2つに増やしたら、おそらくそれのおかげで粗相はなくなりました。もともとトイレは猫の数プラス1つって言われてるじゃないですか。狭い車内でも同じですね。なので多頭飼いの方は大変だと思うけど、トイレは最低でも猫の数分は用意してあげてください。おやつの盗み食いって犬の1000倍特許かと思ってたんですけど、猫もやるんですね。リンなんですけどね。とにかく何でもかじるんですよ。食べ物の袋をかじることもあるけど、段ボールとか紙とかもかじるんです。またやられました。特に段ボールをかじるのは好きですね。そしてとにかく目新しいものはまずかじって確認してるって感じです。はい、りんたろうにやられました。あれ？箱ごと噛まれて、多分中は大丈夫かな。あったかい。噛まれた。ここね、歯型があるので、やってくれるね、りんちゃんは本当に。それでどうしてもかじられたくない食べ物なんかは、はい、電子レンジの中に入れてます。タナも幼い頃はよくいろんなものかじって困ってたんですけどね、今はすっかりかじらなくなって逆にすんごいいい子に見える。ねえ、タナタン。これは鈴なんですけどね。どこやかしこで爪を研ぐんですよ。鈴、やめて。もちろん爪研ぎは用意してるんですよ。だけど違う場所で爪研ぎするんです。こら、そこで爪研ぎしない。これは癖ですかね。叱ってもダメなので、これはもう諦めてます。車内に限ったことじゃないんですけど、とにかく元気いっぱいで追いかけっこしながら暴れ倒すんです。喧嘩はやめなさい。仲良く仲良く。それも夜中とか明け方とかにね。それで爪研ぎのポールを倒すんですよ。そこで絶対に倒れないように爪研ぎを変えました。それがこちら。もうね、やっぱりビス止めしないとダメだと思って、これはもともとケージに取り付ける用の爪研ぎポールなんですけど、これをもうね、ビス止めしました。これで絶対もう倒されることはありません。まあね、爪研ぎの範囲が狭くなったけど、まあしょうがないですね。はい、しっかり使ってくれてます。高さもちょうどいいかな。そしてこのサンシェードも壊されました。今は結束バンドで固定してるのでもう外れることはないんですけど、
運転中はブラブラ揺れるのがちょっと目障りなんですよね。まあ使う分には支障はないです。お出かけが好きなリンには少しでも外に出したり散歩させるようにしています。すずはね、外に出たがるくせに怖がって車の下に隠れて出てこなくなるんですよね。なのでリンだけですね。そうやって刺激を与えて疲れさせて夜はしっかり寝てもらうっていう作戦です。そうする時もあれば全然効果ない時もあるんですけどね。我が家ね、車内に野良猫がいるんですよ。ね。ゴミがあったらすかさず漁るからめっちゃ困ってます。そういえばね、もう10年以上前の話なんですけど、まだ車中泊を始めたばかりの頃に麦さんもよく車内でゴミを漁ってたんですよね。それからは麦さんの手の届かない場所に置くようにしたんですけどね、猫の場合はそうもいかなくてね。最初はね、車用のゴミ箱を置いてたんですよ。だけど上手に開けて漁るんですよ。なのでちょっと大きいけどパチッと止められるこちらのタイプのゴミ箱にしました。こんな感じになってるんですけど、中のビニール袋が外に出ることがあるんですよ。すかさずそれを引っ張り出してね。それでその弾みで止まってる蓋が開くんですよ。なのでゴミ袋を一つセットするのも気をつけないといけません。はい、敵は手強いですよ。寝てる時とか不意にハンドルの上に乗ってクラクション鳴らすんですよ。静かな場所でいきなりクラクションとか鳴らされたら迷惑極まりないじゃないですか。8時頃から3回鳴らされてしまって、もうこれはいかんということでもうつなぎました。最初はね、猫対策のものが売られてたからそれで対処してたんですけど、もともと柔らかい素材だったからだんだん慣れてきて乗るようになっちゃったんですよね。本のヒューズを抜けばっていうアドバイスとかももらったんですけど、都度抜き差ししてたら刺すの忘れたりなくしたりしそうじゃないですか。それにめんどくさいし。そんな時に視聴者さんに教えてもらったのが、エンジンを切ってる時は本が鳴らないようにするっていう方法です。育成モーターズさんにやってもらいました。伊勢の RV パークで車中泊をしてた時なんですけど、出発しようとエンジンかけたらうんともすんとも言わなくて、なんとバッテリーが上がってたんです。見たらね、ライトがついてる状態になってたんですよ。もちろん私が誤ってつけたままエンジンを切った可能性も否定はできないんですけど、よくエンジンをかけた瞬間にウィンカーがチカチカ言いながらワイパーがすごい勢いで動き出すことがあるんですよね。しょっちゅうなんですけど、時にはハザードが焚かれることもあるしね。もっと言うとレーダーの設定を変えたり、勝手にナビを設定したりもするんです。信じられないかもしれないけど、これは本当なんです。ライトは回さないとつかないから無理なんじゃないかと思うかもしれないけど、足をかけた瞬間に回してる可能性は十分考えられるんですよね。本当に慌てました。でね、この車、サブバッテリーからバッテリーに電気が送れるシステムにしてあるんですよ。それがこれですね。すぐにエンジンをかけて事なきを得たんだけど、ほんとつけといてよかったです。もうチェックアウトギリギリでしたからね。これを何度もやられてたらバッテリーがどんどん弱っていって、これだけじゃ復活できない可能性もあるわけですよ。でね、ロードサービスを呼びたくても電波の届かない山の中とかだったらマジでやばいじゃないですか。なので対策としてですね、よいしょ、はい、これ100均で買ったボトルなんですけど、これをこんな風にかぶせて回せないようにしてます。私が出かけるとタナが私の行方を追うんだけど、タナと外に出るとリンスズがめっちゃ私たちの行方を追うんですよね。それでね、必ずと言っていいほどインロックされるんですよ。車から離れるときは必ず合鍵を持って出るようにしてるんですけど、そのうちインロックされそうで怖いです。でね、カーテンもボロボロ。こんな感じでね、爪を立てられてボロボロになります。こんな
感じですよ。引っかきに強い生地はさすが全然大丈夫ですね。カーテンも引っかきに強いカーテンあるんですよね。あるけどめちゃくちゃ高いんですよ。自分で作るにしても生地自体が高すぎてね。なのでもう諦めてますご存知だとは思いますが、猫は脱走の達人ですよね。隙を見てね、知らない間に脱走してたりするんです。いないいないって慌てて探してたら、足元にいたなんてこともありました。ほら、スーさん。こんなとこ隠れて。本当にもう、出てきた。びっくりした。うわ、誰かいた。そんなこともあって GPS とスマートタグをつけてるんですけど、どうもね、見たところ3人とも GPS が必要なほど遠くへ行かないみたいなんですよね。なのでスマートタグだけで十分そうだなって思ってます。スマートタグの距離が数百メートルは行けるんですよ。そんなにね、離れない。どっかへ行っちゃうっていう心配はないです。ただ GPS もまだ契約中なので、契約が終わったら GPS の更新はしないつもりでいます。感覚的に犬も猫も男の子の方が遠くまで行っちゃう傾向にあるような気がします。これは我が家だけですかね。棚根の影響か。食べ物を器から出して汚すんですよ。肉も食べたと思ったら食べてなかった。食べてるか。やっぱ魚がいいんだね。リンスズも残してた。なのでしょっちゅう掃除しないといけなくて大変です。最近キャンピングカーにクーラーをつける人多いですよね。我が家も2年前に取り付けましたけど、どうもリンスズはクーラーあんまり好きじゃないようなんです。りんちゃん大丈夫？はっは言ってるじゃん。スーさん、スーズ、こっちで寝なさいよ。こっちで寝て。大丈夫か？全然暑そうじゃないね。実は麦さんもそうでした。家だけどクーラーの効いてないところにいることが多かったですね。実はリンスズほどじゃないけど私もクーラー苦手なんです。それでやっててよかったなと思ったのが、車内をカーテンで隔てることですね。ここを隔てると運転席助手席の一部屋、そしてここを隔てるとクーラーが効いた部屋とクーラーがそんなに効いてない部屋の3ルーム3部屋できるんですよね。フロント部分はやっぱり窓が大きい分暑いんですけど、リンスズは前にいることを好む傾向にあるようです。私にとってもやっぱりフロントは暑い。かといってクーラーが直に当たるここの部屋は寒い。ということで私にとっては後ろに行くのが一番快適に過ごせるって感じです。で、タナピはもう絶対ここ。ちなみにタナはクーラー大好きです。なので真夏になるとクーラーのそばから離れないですね。でね、猫はみんなこんな感じなんだと思ってたから、猫連れで車中泊してる人はみんな苦労してると思ってたんですよ。そしたら、それは宅の猫ちゃんが元気すぎるからじゃないですかって。うちは全くそんなことないですよって言われたんですよ。なるほど、うちだけかってね。元気なのが2人もいるから大変だったんだなぁと気づいた次第です。ね。なので皆さんご安心ください。通常ここまで大変なことはないと思います。でもまだ猫がお子ちゃまとか、うちみたいに元気いっぱいだとこういうことがあるかもしれないと思って、覚悟して車中泊の旅に出かけてほしいなと思います。ねえ、スーさん。